広島3日目の朝です。ちょっといろいろこの話どういう風な編集するか全然決めてないけど、広島になんで急に来たかというと、私にとって広島はその仕事を辞めて俳優の私は普通ってなんだっていうところから話し出すとすごく話が長くなるから割愛するけど、一般的な普通の生活、芸術とかに全然関わりのない、映画とかはもちろん見てたけど、芸大に行ってるわけでもなく、親が芸術関係の仕事をしてるわけでもなく、本当に普通っていうか、田舎のもう周りにそんなお仕事してる人がいないような、環境で育って、でそれでずっとこういう芸能っていうか俳優の仕事をやりたくても家族とか、周りにずっと反対されていて、そういう中で本当に普通にというか、大学は卒業してほしいって言われてたし、就職もしてほしいって言われてたし、そういうことを自分の欲望とかやりたいことよりも、そういう人の期待とか人が願う、家族が願う幸せみたいなのを叶えようとしていたけど、それで一度就職もしたんですけど、でも違うなぁとすごく思い悩んでいた時に、姉が旅行に連れてきてくれたのがここ広島で、広島は私の小学校の時の修学旅行先で、平和学習とかももちろんやったんですけど、でその時に原爆の被害を受けられた方々の言葉だったりとか、当事者の方の手紙だったりとかを見て、自分で未来を選べる、選択できる時代を生きてるのに、なんでこんな悩んでんだろうと思って、資料館を出た後にすぐに姉に私会社辞めるわって言ったのをすごく覚えてるんですけど、今自分がビザの申請のことで結構本当に大変だったりとかもして、多分大丈夫かなっていう連絡が来たから、大丈夫なのかもしれないけど、まだ全然わかんないから、一旦諦めて、韓国での活動を諦めるとかじゃなくて、一旦今回は諦めて東京に行こうかなとかも9割ぐらい実は思ってたりしたので、なんかそのいろんな考えるタイミングで広島にまた行ってみたいなという気持ちになったので来ました。でなんかその初めの決意とか初心を思い出すかなって思ったんですけど、あの時私すごい本当に思い悩んでたんでしょうね。その姉に会社辞めるわって言ったこととか、うっすらいろいろあるんですけど、あんまり正直思い出せなくて、今回また資料館を見て、その時感じたことよりも今回新しく感じたことの方が大きくって、小学生の時とか、その仕事を辞めようって決めた時とかに見ていた、その戦争中原爆の直後の写真に写ってらっしゃる皆さんの写真一枚一枚は本当に覚えてるんですけど、覚えてるんですけど、やっぱり当時感じた自分の
衝撃とか思っていたものよりも今の自分が感じることの方が深いのかな。深いのか、自分自身はそうだ、昨日思ったのは、あの頃を見てた時はまだ自分の人生を歩んでる感じがなかったからこそ、やっとまだ自分のことを自分ごとにすることしかできてなかったんだと思います。そういう被害の方々のことを、こういう被害があったんだと知って、こんな時代を今生きていられるんだから、やりたいことやって生きていこうとか、平和であることがいかに大切かみたいなことはもちろん思うけど、なんかそこから今回を見て思ったのは、例えば前回の泣いちゃうかも前回のなんかタコパの動画で、結構私は一人が好きでみたいな、今回も一人旅なんですけど、でも一人が好きって言えるのってなんて言うんだろう、本当に孤独になったことがないからなんだなとか感じたし、すごく私はああいうことで親を亡くした経験もないし、自分の目の前で友人が燃えていくけど助けられないみたいな経験をしたこともないし、同級生のほとんどが亡くなってしまうみたいな経験をしてないから、なんで泣いちゃうなんかから本当の孤独とかじゃないから、帰れる場所もあるから、なんて言うんだろうだからこんな無謀な挑戦とかもできるし、一人で旅行にも行っても楽しいし、なんて言うんだろう、誰かとつながっているからこそある幸せなんだなっていうのを感じたりしました。あとはその人の強さを感じて、例えばあれだけ何もなくなってしまった場所が今こんなに美しい街になっていて、すごくこう体験談とか読んでても、お母さんが寝ずに看病してくれたおかげでなんとか一命を取り留めたとか、大変な後遺症とか怪我を負いながらも家族のために仕事を続けた人がいたから生活ができたとか、そういう人の強さみたいなのを感じたり、あと多分私が前回見た時とかは、その写真の方が誰か分かってた人も多分いたと思うんですけど、なんか私が見に来れてなかった10年ぐらい、その数年間の間にその身元が分かった方とかもいて、でその方がなんかその前回見た時とかだったら、その方がその写真には写ってるけどその後生きれていたのかとかは分かんなかったわけですけど、なんか後から自分の母親だったんじゃないかみたいな証言があったりして、で実際に鑑定とかもされて、それが認められている方が何人かいらっしゃって、そういう意味での
人間の強さと、あと人の命はつながっていくんだというか、続いていくんだっていうのをすごく感じて、その後家族が続いていったりとか、もちろん全滅になってしまったご家族もあったという資料は読んだんですけど、生き残った方々がこうなんとか生きようと、その後も生活をされて、その命が続いていったんだっていうところが、めっちゃ涙が出ちゃう。やばい、今日もこの後外に出ていくのに、そういうのを、感じました。人生とか命は続いていくんだという、人の命はつながっているんだというのを、なんか今だからこそ感じるというか、大人になったから社会の荒波に揉まれてこう生きていると、すごく理不尽なこととか辛いこともあるけど、こんな被害を受けながらも命の火を灯し続けて、こう平和への祈りを続けている方々がいるっていうのを改めて感じている今です。だからこれからどう生きようみたいなのはまだなんか自分のことにもこうできてはないけど、来てよかったなと思います。今来てよかったなと思ってます。